どうも。小清水さんと、結局は30年ぐらいのお付き合いになってしまいましたから申し訳ないんですけど、僕はその頃はワインにハマってまして、ウイスキーは飲まなかったんですよ。ところが小清水さんと対談をしないかという話があって、サントリーのっていう感じやったんです。それでも小清水さんは僕らの食学会で一度山崎にお尋ねした時におられたので、ものすごく真面目な人でいい感じやったんで、いやあの人と対談ならなめてはいかんと。だから何か飲もうと思って偶然核を買ったんです。というのは一番最初に生まれて一番最初に飲んだアルコールが核なんです。うちの親父は核なんです。ビールよりも先ですか。ビールよりも。で酒屋に行って核買うて、何の先入観もなく飲んでめちゃくちゃうまかったんですよ。そしてこりゃ、サントリーやとか、生意気なこと言うてる場合やないなと、この値段でこんな薄い誰が作ってんねんと。で小清水さんやね今やったらって思って、でものすごく心入れ替えてちゃんとお話をして。ありがとうございます。いや私たちの世代だと最初はレッドかホワイト飲んでとかだんだん角に行ってオールドに行ってみたいなそんな飲み方の世代ですけど、ちょっと違う入り方ですかね。だから親父が角の愛飲酒やったので、日本酒は飲まずにずっとウイスキーで大きなったんですけれど、40ぐらい40過ぎの頃はワインでした。でもだんだんウイスキーから離れていくようになって、こっちの商売が日本料理ですので、でその頃はもう先入観通り日本料理には日本酒と決めてましたんで、後でゴロゴロ変わってしまうんですけれども、日本酒からワインに行かれる。でもワインもその頃日本人の中でまだまだそんなに今ほどポピュラーじゃないですよね。全然世界的にそうだったんです。だから DRC のエセ像が1本7000円だと。そういう時代で4ケース買うたりとかもうむちゃくちゃやったんです。大変な財産ですね。財産、いやもう何にもないんですけどだから小清水さんも元はワインですよね。そうですね、大学の頃は自分は将来ワインをやるのかと思ってましたけどそれでね対談をさせていただいて、結構贅沢な対談で3日間ご一緒して、水瀬神社とか、山崎の蒸留所とかありましたね。で両山泊にもお越しいただいて、でその時のテーマが確か水やったと思うんです。でちょうどサントリーが水と生きるサントリーというキャッチを出された時期だったと思うんです。で、水をテーマに、山崎の良さとか、で小清水さんも水の研究とか樽の研究とか、だから研究者である時期おられたんですよね。そうですね。長いことウイスキー作りに関わってきて、結局一番品質のキーを握ってるのは水だというふうにね、思い至るようになりましたね。それって軟水とか硬水とかいうとどちらなんですか？軟水の部類ですけど、でもそれはどうもカルシウムがどうだとか、マグネシウムの量がどうだとかそういう話じゃないなというふうにだんだん科学的に立証できる話でもないんですけど、そう思うようになってます。初代のサントリーの方が
あそこの場所を選ばれたっていうのは、ええやっぱり先見の明があるわけですか？そうですね。やっぱり水は一番だと思ってたでしょうけども、あ本当にいいとこを選んだと。白州はどうですか？白州もやっぱり水のタイプが全然違うんですけど、もちろんあそこも南アルプスの天然水ということで、いやもう工場の中の水をそのまま水増しして売ってるわけですから、そうですよね、もう素晴らしい水です。だから水と次に研究されたのは樽ですか？そうですね。樽の木って何ですかね？はホワイトオークっていうかナラの木ですね。あアメリカに生えてる、それが一番で、またスペインに生えてるとか、フランスのワインを熟成させた樽だとか、世界の各地のナラの木ということになります。日本にはあるんですか？日本には水ナラという、これはやっぱり素晴らしい、今ウイスキーの世界ではすごい、そうですよね。水ナラってよく聞きますけれど、水ナラはなぜいいんですか？そうですね、独特の香りを何ですか、醸し出すというか、普通のホワイトオークとかは甘くてバニラの香りとかココナッツの香りとか、ああいう香りが特徴なんですが、水ナラだと今度はお香を連想させるような香り、白檀とかキャラとか、古いお酒はそれぐらいの非常に東洋的ないい香りを出すと。スコッチでも水ナラっていうのが名前にネーミングしてウイスキー作ってますよね。売ってますよね。あれのそこまで影響がいくようになったわけですか？そうですね。何年ぐらいでしたかね。2000何年ぐらいでしたか。日本でもシングルモルトウイスキーっていうのがだんだん浸透してくると。で世界で初めて何ですか、ウイスキーライブという今世界中でやってるイベントがあるんですけど、その第1回目のイベントは東京だったんです。でそこにスコットランドっていうか世界的なウイスキーの評論家だとか、ライターとか集まってきたり、でそこで世界を代表するような評論家っていうかライターに実は山崎に来てもらって水ナラの樽を見せたことがあって、そこで彼らものすごく驚くわけですよね。じゃあその驚きがチーバスとかなんとかに水ナラっていうのが影響を与えたわけです。そうですよね。樽って言ったら普通はホワイトオークだとかシェリーダルのスパニッシュオークだとか、そう思ってたけど東洋にこんな全く違う香りを生み出す得意な樽があったということが気がついたというわけでしょうね。日本人もそう評価はしてたんだけですか？日本人はねやっぱりもともとがスコッチウイスキーを学んで、それを忠実に再現するところから始まったですから、日本に生えてる木で樽を作って寝かすっていうことに関してはそれは王道じゃないというかそういう思いだったですよね。やっぱりホワイトオークだとか、スパニッシュオークがウイスキーはそれがベストなんだと思ってたと思います。それを再評価されたわけですよね。要するに水ナラは代用品だったけれどもそうじゃないんだと、新たに素晴らしい樽の素材であるという。そうです。だから結局私がチーフレンダーになってからもジャパニーズウイスキーとは何かとか、アイデンティティはとかね、そういうことはやっぱり非常に大きな課題でもってというか、ここで日本らしさを理屈抜きに表現できるものとして一つは水ナラであるという日本に生えてる、木で熟成させた酒と。なるほど。これは絶対柱にしたい。それまでは消極的な代用品としての水ナラが、小清水さんは積極的な要するにアジアないしは日本というそれを前へ押し出す大きな力だと
軸になりうるとねいうふうには思いましたよね。それはね。だから、水ならをこう日陰もんではなく、もう真正面のど真ん中に置いて、ウイスキーを作りたいと考えた最初の人が小清水さんですか。ただ水ならの木を使った樽作りっていうのは実は1940年代からやってるわけですよね、ずっと。その価値に気づくというか、そういう意味では私だって言えるかもしれないけど、再評価をやってど真ん中に置いたわけですよね。ただ水ならという木で樽を作ること自体が実は結構技術的に難しいんです。折れやすい、割れやすい、漏れやすいとか、樽としてはこう樽の作り方一つでもっておよそウイスキーの貯蔵には長期貯蔵には耐えないようなものを上手に樽として作ることを完成させていたっていうことはやっぱり樽職人だとか先輩たちのやっぱりすごいところと、それは間違いないです。でもそれはど真ん中に置こうということではなくて、ワンオブゼムというか、それも一つあった方が今後いいやないかぐらいですよね。そうかもしれませんけど。だから今みたいにスコットランドも水なら欲しいということにはなってないわけですよね。そうですね。今はスコットランドもイノベーションというか、旧来の伝統的な製法だけじゃなくてもっと新しい味わいを求めてっていうか、非常に積極的に取り組んでますから、そういう意味では樽の可能性っていうのは彼らも非常に強く感じてると思います。それでですねこういう専門的な話ができるには30年いるわけです、僕は。こちらはそれが本業ですけれど、それでその最初に出会った個人的に出会ったその対談がありまして、それが、終わって3日間対談して終わって、そしてまた3日ほどして小清水さんがこの店に訪ねてこられて、手ぶらやなかったんです。このウイスキーです。覚えておられますか？実はうちも井戸水で料理を作ってるんです。で、ここが泉田町って言いまして、平安時代は泉が湧いてたんです。で、非常に軟水で、という話で、対談の水がテーマでしたのでなったんですけれど、実はこのウイスキーを、うちの水で水割りすれば非常に美味しいというのをブレンドしていただいた。もうそれこそ30年近く前の話ですけれど、封切ってないんですよ。細かいレシピまではさすがにちょっと忘れちゃいましたけど、私がブレンダーとして仕事をしていく中で、ブレンダーの仕事っていうのは山崎とか響とか、角瓶だとか定番製品があって、その味わいをいかに守るかとか、10年20年先も含めて、それは最大のブレンダーの仕事なんですけど、もう一方で僕はプライベートウイスキーを作るっていうか、それはブレンダーのスキルを上げる上で、一番大事な仕事っていうか、技術を上げると思ってて、でいろいろ仕事なんかで出会った人の中でこれはという人が現れた時には、ちょっとその人のために一本プライベートウイスキーを作ろうっていうのはちょっと意識してやってますので、そういう時に一番どういうブレンドにしたらその人が一番喜ぶだろうってことを考えながらブレンドする。これはやっぱりブレンダーとして非常に重要なスキルです。で、それを今日封を開けて2人で飲んでみようかというのが実はこのシリーズの最初のサプライズですね。ちょっとグラス取ってきます。